はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ローズセルサ、セラミックスウルトラです。最近低価格帯のワイヤレスイヤホン界隈を騒がせているローズセルサですが、その中でも真のフラッグシップと呼ばれるモデルがついに世界展開されましたね。今までは中国国内とか一部の地域でしか手に入らなかったんでしょ。それがこうして公式にグローバル展開されて、日本でも Amazon とかでポチれるようになったのはいいね。確かに、先頃発売されたセラミックスマーク2が最新規格のコスパモンスターだとしたら、このウルトラは音質と静寂の極致を目指したモデル。見た目は似ているけど、中身は別物と言っていいぐらい。今日はその違いをいろいろ見ていこう。まずは気になるノイズキャンセリングについてですが、ウルトラのマイナス50デシベルオーバーという数字は他のモデルと比べても性能いいですよね。今の完全ワイヤレスイヤホン市場でもトップクラスだろうね。マーク2がマイナス40デシベルのワイドバンドノイキャンを搭載しているのに対して、ウルトラはディープシーハイブリッドノイキャンという仕組みを採用している。単に音を消す力が強いだけじゃなく、より深い低域の騒音を物理的に打ち消す能力に特化しているんだよ。で、車に乗ってエンジンアイドリング状態でノイキャンの効果を試してみたんだけど、これがなんとも不思議な結果で、マーク2の方が効きがいいと感じたんだわ。低域の効き方がちょっと勝ってる感じ。ざっくり試しただけなんで、あまり当てにはできないけどね。でもこの数字の差ってあんまり気にしなくても両モデルとも効くからって言いたい。それは心強いですね。でもノイキャンが強すぎると耳がツーンとしたりしませんか？そこはウルトラに搭載されたケイデンス10シリカ Hi-Fi5DSP がうまく処理しているよ。高性能なプロセッサが耳の内部の圧力を計算しながら自然な消音を実現しているんだ。静寂の質そのものがワンランク上と言える。LDAC だけでなく LHDC にも対応しているのも Hi-Fi5DSP の恩恵だね。オーディオ特化型の高級チップを採用しているんですね。ローズセルサ音響研究所による徹底的なテストとチューニングを経て、音を処理する計算能力や音質のグレードに圧倒的な優位性があるとのことです。後発のマーク2も安くて性能いいから魅力たっぷりなんだけど、オーディオ機器としてはやっぱりウルトラの方が格上って気がするわ。では、そのオーディオとしての格を決めるもう一つの要素、ドライバーについてですが、ウルトラには 10mm 第一世帯プランクドライバーが搭載されていて、公式サイトではカーボンナノドーム複合振動板と記載されていますね。名前からして強そう。簡単に言うと素材と形の話なんだ。カーボンナノチューブはダイヤモンドみたいに硬くて軽い魔法の素材のこと。それを使って振動板の真ん中をドーム状に固めたのがカーボンナノドームなんだよ。真ん中だけを硬くするとどんないいことがあるんでしょうか？音がブレなくなるんだ。振動板の膜って激しく震えるとふにゃっと歪んで音が濁っちゃうことがあるんだけど、真ん中がカチッと硬いと高い音まではっきり正確に鳴らせるようになるんだよ。でも全部カチカチだったら低い音が出にくいんじゃないの？そこが複合構造のすごいところで、真ん中はカーボンで硬く、周りの部分はあえてしなやかな素材で作ってある。だからキラキラした高い音とドーンと響く低い音が両立できる。なるほど。硬いパーツと柔らかいパーツを組み合わせた理想の振動板ということですね。愛はゲームもするんですけど、レイテンシーはマーク2は 47ms で、ウルトラは 54ms。マーク2有利なんですね。デジタルチップの世代差が出ている部分だね。わずか 7ms の差だけど、確かにマーク2有利。とはいえ 54ms もワイヤレスモデルとしては十分。最近見かけないけど、アプト XLL が 40ms だったので、それにかなり近い。ウルトラはゴアテック製の高性能マイクを4機搭載していますね。AI によるノイズリダクションと組み合わせて、風切り音や周囲の雑音を強力にカットしてくれるということです。そう、こないだ外で使ってみたけど、強風だとさすがに厳しかったけどね。マーク2も AI 処理は優秀だけど、マイクそのものの物理的な感度はウルトラの方が高い。屋外での通話やウェブ会議での声のクリアさはウルトラの方が信頼できそうだね。じゃあ波形を見てみよう。そうね。その前に、アプリについては以前レビューしたマーク2の動画で詳しく紹介しており、ウルトラのメニューはほぼ同じなので割愛させていただきます。マーク2はアプリのプリセット EQ が3種類でしたが、ウルトラにはクラシックスタイルというのもあり、見かけ上4種類になっていますね。でもご覧の通り、EQ ポップと重ねると同じセッティングでした。そうだね。だから実質3種類ってことなんだろう。ノイキャンオンオフの変化はちょっとあったね。オンの方がちょっと明るめになって音量も上がる。この波形ではレベルを合わせてるけどね。マーク2の時はオンオフでほぼ同じだったから、この辺りに違いは出てるね。今回はマーク2とウルトラのプリセット EQ ポップの音を比べて聞いてみるよ。音調整の基準をマーク2にしたから、波形の通りウルトラの方が明るめってことの確認になるね。2モデルの比較だからいつもより短めだよ。オッケー。じゃあ早速聞いてみよう。ボリューム上がるよ。Just enough, just enough. Just enough.
ウルトラの方が明るめな音だったね。そうね。マーク2を最初に聞いた時に有線モデルみたいな音だったけど、ウルトラはやや派手めに感じたわ。そういう意味ではマーク2のチューニングって本当に素直に仕上がってると思うよ。とはいえウルトラも有線モデルみたいな音なのは間違いない。ちなみにウルトラのプリセット EQ を重ねたものがこれです。なんかロックだけやたら低域が盛られて広域が抑えられてるね。そうレベルもすごく下がってた。ここでは合わせてあるけどね。プリセット EQ をマーク2と個々に比較するとこうなります。参考程度にご覧いただければと思います。ウルトラって実際聞いてみてどうだった？やっぱりマーク2と違う？そうだな。最初の視聴ではあんまり違う感じはしなかったんだ。質の高さは実感できたけどね。でもいざ聞き比べてみるとチューニングの違いはあるとしてもウルトラのキレのあるサウンドがマーク2と一味違うっていうのが分かったね。なんかより没入できる感じしませんでした？そうまさにそれ。チューニング自体はマーク2よりやや派手めなことの効果もあって音の細部がぼやけずくっきりと分離して聞こえる印象だね。バスドラベースのアタックはしっかりしてるし中広域広域はごちゃごちゃしにくい。残響系の余韻もしっかり聞こえる。波形でも 4.5 キロあたりの出方で明るく鮮明なのはわかるよね。はい、わかりますね。でもマーク2の出音の方が好きっていう人もいるだろうね。そこは好みの違いもあるからね。ジャックさんはウルトラの方が好きみたいだね。そうだね。機能面では後発のマーク2の方がいい部分もあるけど音質に関してはウルトラはやっぱりウルトラなんだなーって思ったよ。これは買って聞いてみてほしいね。世界展開が始まったことでサポート面でも安心感が増して、ローズセルサというブランドを知らなかった人にとっても最初の1台としてウルトラは非常に魅力的な選択肢になると思います。そうだね。ローズセルサはもともと高価な有線モデルで培った技術を持っているブランドだ。その音へのこだわりがこのウルトラには凝縮されている。最新規格という数字に惑わされず耳で聞く本質的な価値を求める人にぜひ手に取ってほしい1台だね。はい、ということでローズセルサのワイヤレスモデルセラミックスウルトラのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。